午前8時55分、数千人の学生が、一斉に大学のキャンパスの巨大な講義室に入って、スマートフォンやノート PC を開きます。日常的な風景ですよね。そうなんです。あなたも朝一番のオフィスとか学校で授業直前に Wi-Fi をつなぐあの瞬間を想像してみてください。表面上は、ただ画面のアイコンが点灯するだけの平和な光景じゃないですか。はい、ユーザーからすれば繋がった当たり前ですからね。でもその瞬間、裏側のネットワーク世界では、システムを焼き尽くすほどのデータの大津波が認証サーバーに押し寄せているんです。今日の徹底解説は、そんな私たちの当たり前の接続を死守するために繰り広げられている、想像を絶するエンジニアリングの指導についてです。水面下でどれほどのシステムが、息を合わせているか、普段は誰も気に留めませんからね。ネットワークってほんと空気と同じで、一瞬でも供給が途絶えて初めて大パニックとともにその存在に気づくものなんですよ。確かにそうですよね。そこで今回のミッションです。テーマは、プロジェクト X、大規模キャンパスネットワーク刷新のケーススタディ。はい。提供されたアーキテクチャの評価書とか、AI による技術レビュー、あとは設計者の生々しいメモといった膨大な内部資料を元にして、数千人、あるいは数万人規模のユーザーを支えるインフラの裏側を解き明かしていきます。非常に興味深い資料が揃っていますよね。ただ本題に入る前に、あなたに一つだけ共有しておきたい重要なルールがあるんです。マスキングの件ですね。今回のケーススタディは、特定の企業名とか製品名の優劣を語るためのものではないということですよね。その通りです。純粋な技術的設計の合理性を探るために、資料に登場するベンダー名などは、すべて国内主要ネットワークベンダーとか、既存の ID 基盤といった一般名詞に匿名化。つまり、マスキングして議論を進めます。特定のブランドに頼らないことで、より普遍的なインフラ設計の哲学が見えてくるはずですからね。では、これを紐解いていきましょう。まず最初の謎なんですが、今回の巨大プロジェクト、なぜ海外の最新鋭システムで丸ごと一新するのではなくて、既存の国内 ID 基盤を維持しつつ、国内ネットワークベンダーを中心とした構成を選んだのでしょうか。気になりますよね。はい。普通に考えたら、全部最新のピカピカなクラウドシステムに入れ替えた方が気持ちいいし、性能もぐっと上がる気がするんですけど。そうですね。全面刷新の誘惑っていうのはエンジニアにとって常にありますから。でも、ここで非常に興味深いのは、アンカー、つまり怒りとしての既存 ID 基盤の柔軟性なんです。怒りですか？数万人規模の組織において ID 管理、つまり誰がどの部署にいて何の権限を持っているかというディレクトリの根幹をごっそり入れ替えるのは、企業にとって心臓移植に等しいリスクを伴うんですよ。心臓移植。つまり、もしそこで少しでもトラブルが起きれば、メールは見られないし、社内システムには一切ログインできない。業務が完全にストップしてしまうということですよね。まさにそれです。失敗した時の損害は計り知れません。だからこそ、このプロジェクトでは一番リスクの高い認証基盤をアンカーとしてしっかりと固定して、その下層にある伝送路の部分だけを刷新するアプローチを取ったんです。なるほど。資料を読み解くと、ここで採用されたのが3層分離構造という設計思想です。ID 基盤、つまり誰がアクセスするのか。次にポリシー制御。どういうルールでつなぐか。そして物理ネットワーク。実際の伝送路やアクセスポイントですね。この3つの層を明確に切り離しているんです。それって例えるなら、建物の基礎である ID 基盤を残したまま、住み取りを住まわせつつ、上の階の配管とか内装のネットワークだけを最新にするような超絶利フォーム術みたいな感じですよね。すごくわかりやすい例えですね。その通りです。でもそれって、新築にするより、逆に古いシステムと新しいシステムのつなぎ合わせが面倒になったりしないんですか？ベンダーが違えば相性問題も出そうですし。非常に鋭い視点です。確かに初期の設計や検証の手間は増えますよ。でも各層の責任分解点を明確に切り離すことで、将来的な部分最適化という絶大なメリットを得られるんです。部分最適化ですか？ちょっと想像してみてください。数年後 Wi-Fi の新しい規格が登場して、アクセスポイントだけを最新のものに入れ替えたいとなった時、どうなるでしょうか？なるほど。もし全部が一つのベンダーの独自システムでガチガチに固められていたら、アクセスポイントを変えるなら、心臓部のサーバーやコアスイッチも
全部うちの最新モデルに買い替えてくださいねって言われてしまう。いわゆるベンダーロックインですね。その通りです。エンタープライズの現場では、このベンダーロックインによる莫大な追加コストが常に悩みの種なんですよ。確かによく聞く話ですよね。はい。でも、3層を分離しておけば、ネットワークの根幹や ID 基盤には一切手を触れずに、無線の機器だけを別のメーカーのものに交換することも容易になるんです。現状の安定稼働を維持しつつ、将来の柔軟性を担保すると。ええ、泥臭いアプローチですけど、極めて現実的で強靭なエンジニアリングの真髄だと思います。最新技術を追うだけが正解ではなくて、現状の安定をいかに維持するかが肝なんですよね。立派なネットワークという建物ができたのは分かりました。でも、そこに数千人が一斉に押し寄せたらどうなるでしょう。冒頭で触れた午前8時55分の波の話につながってきますよね。はい。キャンパスネットワークにおける最大の脅威、ラディウスバーストですね。これを全体像と結びつけて考えてみると非常に恐ろしい現象なんです。恐ろしいですか。ええ。数千人の学生が1限目の開始直前に一斉にスマートフォンや PC を開く。その瞬間、ネットワークへの認証要求が爆発的に急増しますよね。はい。資料を読むと、先ほどアンカーとして残した既存の ID 基盤と新しいネットワークの制御部分をつなぐ認証プロキシーが単一障害点、つまりスポフになりやすいという構造的弱点が指摘されています。ちょっと待ってください。それってハードウェアのスペックを力技で上げれば解決する話ではないんですか？今の時代、クラウドファーバーみたいに負荷が来たら自動で処理能力を増やすようなことはできないんでしょうか？なぜ一斉アクセスの負荷分散がそれほどまでに難しいんですか？クラウドのオートスケールが万能であれば苦労はないんですけど、この認証プロキシーの難しさは単なるデータ転送量の多さではないんですよ。違うんですか？問題は手続きの重さなんです。このキャンパスは個人の持ち込み端末、いわゆる BYOD が数千台飛び交う環境ですよね。はい。学生はみんな自分のスマホや PC を持っていますからね。システム側は一瞬にしてこの端末は安全か、このユーザーは誰かを判断しなければなりません。ここで使われるのが Mac アドレス認証や Web 認証、そして特にセキュリティを担保する EAP-TLS と呼ばれる証明書ベースの認証方式なんです。EAP-TLS なんか難しそうな名前ですね。非常に強固なんですが CPU に甚大な負荷をかけるんです。端末がつなぎたいと要求すると、単にパスワードを照合するのではなくて、サーバー側と端末側で複雑な暗号鍵の交換、いわゆるハンドシェイクが行われます。ふむふむ。さらに、提示されたデジタル証明書が偽造されていないか、有効期限が切れていないかを認証局のデータベースと照らし合わせて確認するんです。ああ。身分証をパッと見るだけじゃなくて、裏付け調査までやってるようなものですね。その通りです。この高度な数学的計算とデータベースへの問い合わせという重い処理を数千台に対して数分間のうちに一斉に行うわけです。それをオンプレミスの限られたサーバー内で処理しようとするから、一気に CPU が 100% に張り付いてしまうんですよ。サーバーから煙が出そうですね。しかもセキュリティの壁があるから、簡単に外部のクラウドに処理を逃がすこともできないと。あなたも朝一で社内システムにログインしようとしてぐるぐるとローディング画面を見つめた経験があるかもしれませんが、あの数秒間の裏側では何千回という暗号仮の計算と身元調査が火花を散らしているんですね。だからこそ事前の入念な負荷テストや冗長化が不可欠になります。力技でサーバーを増やすのではなく、いかにこの重い手続きを遅延なくさばけるアーキテクチャを組むか、インフラ設計者の腕の見せ所なんですよ。なるほど。さて、厳しい認証のゲートを無事に突破して、なんとかネットワークに入れたとしましょう。
一息つきたいところですが、学生たちはすぐに重い動画学習のストリーミングなんかを始めますよね。ここからはつながるかどうかという関門から快適に使えるかという体感品質、いわゆる QoE の戦いにシフトします。つながった後が本当の勝負ということですね。はい。そしてここが今回の資料が警告している最大の弱点でもあります。高密度キャンパス無線の将来スケーラビリティについてです。そこ読みました。客観的なレポートとして、海外のグローバル専用ベンダーに比べて、国内ベンダーは AI や機械学習を用いた無線運用の自動化、いわゆる AIOps において世代差があるって指摘されていますよね。そうなんです。国内ベンダーはハードウェアの堅牢性という基本品質では非常に優秀なんですが、ソフトウェアでユーザーの体感品質をリアルタイムに最適化し続けるというアルゴリズムの競争においてはどうしても遅れをとっています。その AIOps、つまり AI が担うべき役割って具体的にどういうものなんですか？例えば密集した大教室で数百台のスマホが通信すると、電波は互いに干渉し合って通信速度が劇的に落ちますよね。はい。人が多い場所だと Wi-Fi で遅くなるあれですよね。優れた AIOps があれば AI がリアルタイムにその干渉を検知して瞬時に各アクセスポイントの電波出力やチャンネルを自動調整し最適な空間を作り出します。自動で。さらに、学生が歩きながら建物を移動する際、次のアクセスポイントへの接続切り替え、いわゆるローミングの遅延を AI が予測して瞬断を防ぐといった運用知能レイヤーの処理を自律的に行うんです。ここからが本当に面白いところなんですが、つまりどれだけ道幅の広い立派な高速道路、つまり国内の優れたハードウェアを作ったとしても、交通整理をする賢い AI 信号機がないと特定の車線だけが大渋滞してしまうということですよね。まさにその通りです。グローバルベンダーが膨大なデータを背景に AI を進化させている以上、機器単体の性能では埋められないギャップが存在するのは事実なんですよ。じゃあその AI 信号機がないなら、大渋滞をどうやって防ぐんでしょうか。海外製品に頼らずに、このプロジェクトが導き出した国産の解決策に迫りたいと思います。ここで登場するのが、別の国内ベンダーが提供する統合監視ソリューションを運用監視補助、つまりオーケストレーションとして組み込む戦略です。統合監視ですか？従来の監視って主にピングだったんです。つまり機器が生きているか死んでいるか心拍確認ですね。はい、落ちてないかどうかのチェックですね。でも今回はそこからパラダイムシフトが起きていて、ネットフローや S フローという技術を使ったトラフィックの可視化へと移行しています。ピングからフローへ。それってどう違うんですか？フローデータの監視は単純な指示の確認ではなくて、誰の端末がどこへどんな通信をしているかという大規模なログ分析なんです。言ってみれば血液の成分分析のようなものですね。血液の成分分析。つまりこれは全体として何を意味しているのでしょうか？これは重要な問題を提起していますね。海外ベンダーが機器単体の中で AI を完結させているのに対して、このプロジェクトは統合監視といういわば別の外付けの脳を用意しているんです。外付けの脳ですか？システム全体の健康状態を俯瞰して AI の不足分を全体で補う見事なマルチベンダーのチーム戦なんですよ。なるほど。機器単体では足りない知能をシステム全体を俯瞰する指揮者を置くことでカバーする設計なんですね。そういうことです。自書式の要件に合わせて複数のシステムを連携させて運用でカバーする非常に泥臭いですがエンタープライズの現場を知り尽くした高度なアプローチと言えます。いやー、今回も深いですね。あなたも普段何気なく使っているオフィスや学校の Wi-Fi ですが、その裏側ではベンダーロックインの回避とか既存資産の維持、そして未知の負荷への予測といった途方もない計算と妥協のない設計の上に成り立っていることが振り返れたんじゃないでしょうか。最新技術や AI を導入することが常に正解ではなくて、組織の事情に合わせた現実的なハイブリッド構成を組み上げることこそが真のエンジニアリングの姿だと思います。全く同感です。さて、今回のプロジェクト X の深掘りを通じて、インフラ設計の奥深さが見えてきましたが、最後にあなた自身の思考を促すメッセージを投げかけないと思います。今回は人間が複数のシステムをつなぎ合わせてオーケストレーションする設計を見ました。でも将来的にはゼロトラストの概念と AI が完全に融合し、ネットワーク自身がまるで生き物のように自ら設計を変更し、自らを癒す時代が来るかもしれません。確実にそういう方向に向かっていますね。はい。その時、
人間であるインフラエンジニアの役割はどう変わるのでしょうか。あなたも次に Wi-Fi につなぐとき、見えないところで息を合わせているシステムの声に耳を傾けながら、ぜひご自身で探求してみてください。それではあなたの好奇心を少しでも刺激できたことを願いつつ、次回の徹底解説でまたお会いしましょう。